こんにちは、赤です。いやー、この円安なんとかしてほしいですよね。皆さんご存知の通り、円安が急に進んでですね、物価が爆上がり中なわけですよ。で、自作 PC の世界なんかでも、メモリとかハードディスク、SSD なんていう回転の速いパーツはもうすでに上がっていて、おそらくグラボーあたりも今の在庫がなくなったら、次からは相当上がるんじゃないかなというふうに、予測はしてるわけですよ。いや、ほんと大変ですよね。で、その中で大きなニュースになったのが、今日お話しする、Apple 製品ですよ。で、Apple 製品大幅な値上げしたじゃないですか。で、最近ですね、MacBook Air の新型予約始まったんですけれども、最低価格が16万4800円からということで、エアーで16万かーってちょっと思っちゃいますよね。で、私が使っている、Apple 製品、こちらにある MacBook Pro、そして iPhone 13 Pro Max、そして今日話題にする iPad mini 6ですね。この Apple 製品3つ、なんとか値上げ前に買えたんでよかったんですけど、今からもしこの3台を丸ごと揃えようと思うと、もうすでに5万から6万くらいは上乗せで積む必要があるんですよ。いやいや、これはきついぞと。でですよ。こんだけですね、値上がりをして、この iPad mini 買う必要あるのって思ってる方、結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。ちょっと迷ってたんだけど、躊躇しちゃうよねとか、本当に必要なのかなっていうふうに考える方も今多分多く出てきてると思います。そんなあなたに今日はこの iPad mini を買って、どれだけ良かったのかっていうのをちょっとお伝えしたいなと。買ってからですね、5ヶ月、半年近くですね。なので中期レビューっていう感じでお伝えしたいなと思います。で、ここにあるモデル、Wi-Fi モデルの容量が 256GB というもので、はい。後ろに線が入ってないので Wi-Fi モデルっていうのがわかるかと思います。で、この Wi-Fi モデルの 256GB、価格がですね、77,800円で、購入してるんですけど、今買うとなると、94,800円。約17,000円上がってますんで、ほぼほぼ10万円になってしまったかなというような感じです。で、容量を落として 64GB、一番安いモデルにしたとしても、72,800円。元は59,800円なんで、もともとそこまで安いって感じはしないんですけど、13,000円も上がるとさすがにしんどいですよね。で、差額にちょっと足せば、この Apple Pencil が買えるんじゃないかなっていうところもポイントです。なので、こんなに値上がりしたのに買う価値あるのって思われるのは、至極当然なのかなと。ただ、私としてはその価値は大いにあると感じてますんで、どういったところが魅力的なのかお伝えしていきますね。それでは行ってみましょう。で、どんなにいい製品だと思っていてもですね、やっぱり気になる部分っていうのはあるものです。私がこの iPad mini 6に感じている気になる点は一つだけ。それはですね、スクロールなんですよ。これ画面のリフレッシュレートが 60Hz なんですよね。60Hz だって一般的なので、ほとんどの方は気にする必要はないとは思います。ただですね、もうこいつが悪いんですよ。iPhone。この iPhone がですね、13 Pro Max なんですけど、プロモーションという技術に対応しています。で、後ろにある MacBook Pro も同じような形なんですけど、最大 120Hz ということで、非常にヌルヌルと、画面が動くんですよね。特に Web ブラウザ、こちらをスクロールした時の速さっていうのがもう段違いなんですよ。スクロールしながら目でしっかり追えるような形なんですけど、この iPad mini に関しては、スクロールをした時のちらつきというかですね、カクつきっていうのがちょっと気になっちゃうんですよね。なので、ウェブでブラウジングするとなった時は、正直 iPhone を使う方が多いのかなっていうような感じにはなってます。動きの少ない、読書だったりとか、手帳だったりとか、そういった時には全く感じないんですけどね。では、ここからはいい点を紹介していきましょう。なんといってもこのサイズ感ですよ。やっぱり買った後もなんかずっと手に馴染むなーっていう感じで、持ってる時間長いんですよね。
これがちょっと大きな iPad を買ってたら実現しなかった部分なのかなと。手の大きさにもよるんですけど、こうやってつまんで持つことができるわけですよ。こうやってつまんで持って、こうやってかけるというところが魅力的だし、疲れてくると持ち替えたりして、こうやって挟んで持って、端っこ持ってても、重すぎないというかですね、このサイズ感なので、しっかりと保持できると。どうしてもペンを使って片手でこうやって作業することが多いので、そういうところは非常にちょうどいいサイズ感だなと思います。それと、6になってからこれホームボタンなくなって、ベゼルも薄くなってますよね。そういうところで画面も広く使えますし、あとフォントがですね、かなり小さく表示されても、高精細なので気にならないんですよ。思ってた以上に画面は広く使えるなという印象なんですね。そして私がこの iPad mini を買ってから、一番変わったなと感じた部分。それは読書量が圧倒的に増えました。Kindle で本を買うことが非常に多くなって、読みやすいわけですよ。片手でこうやって保持できるっていうのもそうですし、サイズ的にはやっぱりビジネス書だったり、コミックだったり、そういったものに近いサイズ感なんですよね。本当に違和感なく本を読めるっていうような感じでしょうか。ただ画面も綺麗で高精細なので、雑誌もいけちゃいます。最近ではついKindle Unlimited にも入ってしまいました。カーサブルータスとか少し古めのベストセラーのビジネス書なんかもあって、結構重宝してるなと感じています。本を読むだけなら、Kindle デバイスでもいいのかもしれません。Fire タブレットとかもありますしね。ただですね、やっぱり iPad ならではの部分としては、この Apple Pencil が使えることですね。最初のレビューでも言いましたけど、私 GoodNote 5っていう手帳アプリを使って、このように Apple Pencil で物を書いていると。それによって紙の手帳を使わなくなったよっていうお話をしたかと思います。本当にそれは今でも変わってなくて、毎日のようにこのペンシルでこの iPad に物を書くっていうのが習慣づきました。で、かえってこの iPad を使うときはペンで書き込むことが多いので、あんまりキーボードをつないで文章を打ったりっていうことはしないですね。文章を打ちたいなと思ったときは、こちらの MacBook を持ち出すことが多くなります。ちなみに今のホーム画面っていうのはこんな感じ。あんまりですね、ちょっと詳しくお見せできないんですけど、普段デスクに置くときはスマートフォリオでこのように立てておくっていう形にはしてて、で、大きめの月間カレンダーに予定を一覧で出したかったので、カレンダーズっていうアプリを新たに入れています。その他には、TickTick っていう以前紹介したアイゼンハワーマトリックスもホーム画面に表示できてますし、ただスケジュール登録とかっていうのはしやすいのは断然 Google カレンダーなので、Google カレンダーのウィジェットもこちらに表示してますね。カレンダーと予定っていうのにすぐアクセスできるようにしてます。他にもペンシルプランナーとか、プランナーっていう手帳アプリ、あとポストイットのアプリなんかも試してみたんですけど、やっぱり最初の使い方ですね。Google カレンダーで予定を登録して、TickTick でタスク管理をして、GoodNote を手帳代わりに書き込んでいくという使い方に戻ってしまいました。あとはですね、ちょっとした気晴らしとかにですね、動画見たりするじゃないですか。YouTube 見たりとか、Amazon プライムで動画視聴するっていう時も、いいんですよ。サイズ感的に。大画面の方がいいっていう方も多いとは思うんですけど、十分ですよ、これで。この辺はちょっとサブ的な感じかなと。そして、ここからが本当に私が大事だと思っていて、皆さんにお伝えしたいことなんですよ。これ、Wi-Fi モデルだって言ったじゃないですか。実は私、セルラーモデル全く必要としていません。一般的にですね、iPad を外で使ったり、手帳として使うんだったら、セルラーモデルの方が断然おすすめですよって言われるんですよ。でもですね、本体高いんですよ。さらに値上がりしちゃったじゃないですか。Wi-Fi モデルとセルラーモデルの差って2万円くらいあるんですよ。じゃあ安い Wi-Fi モデルになんとかならないのって思いませんか？なぜ私が Wi-Fi モデルで十分だと感じているのか。その理由はですね、こちら。iPhone です。そう。iPhone と常時接続してるんですよ。もう基本的にずっとつながってるんですよね。
さすがに同じメーカーで、揃えてるだけあって、ほとんど接続が切れて通信が不安定になったりすることはないです。ただそうなると気になるのは通信量ですよね。で、私この iPhone はソフトバンクで SIM 契約をしてまして、この iPhone 自体はもう使い放題のプランなんです。で、さらにテザリングが 30GB 分ついてくるんですよ。だから iPad mini 十分使っても、30GB ですよ。なかなか使い切れるものではないです。またですね、こうやって自宅にいるときは自宅の固定回線に、Wi-Fi で接続してるんで、そのあたりが優先的につながるようになっていれば、不便もないですよね。通信量を抑えて格安 SIM の契約ですとかだとなかなかやっぱり難しい部分はあると思うんですけど、多くの方が通信量を使い切れてないっていう現状もあると思いますので、テザリングでいいんじゃないですかっていうところは、声を大にして言いたいんですよ。なので iPad もし買い替えることがあっても、私は次も Wi-Fi モデルを選ぶと思います。はい、いかがでしたでしょうか。とにもかくにもいろんな使い方ができるデバイスですね。確かに多くのアプリは iPhone でもいいんじゃないとか、本格的に仕事をするんだったら MacBook がいいんじゃないっていうところはありますけど、そのちょうど間を狙った製品だなと。これを手にしてから生活が変わったなっていう風に感じられるデバイスにはなってますね。仕事中とかは必ず携帯してますし、ちょっとした空き時間の読書なんかも本当に増えました。このわずか 8.3 インチの画面の中にもう夢がいっぱい詰まってるんですよ。いらないかなとか、ちょっと迷ってるんだよねっていう方、値上げして厳しいなと思うところはありますけど、ぜひ使ってみてほしいなと。7月には Amazon プライムデーも控えてます。おそらく値下がりはしないと思うんですけど、ポイントを大幅に獲得できるチャンスにはなるんですね。結構還元率高くなるので、気になる方は Amazon もチェックしてみてはいかがでしょうか。それではこんなところで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録や高評価もお願いします。ではでは。はい、番外編です。この MacBook もいいよっていうお話をちょっとしようかなと。先日ですね、動画を iPad で撮った方というのがいらっしゃってですね、iPad で撮った動画の風切り音がすごくて、ちょっと調整してほしいんだよねって依頼があったんですよ。そんな時もですね、お話をもらってすぐこの場で作業ができるというところなんですよね。一旦持ち帰る必要がないわけですよ。で、音声のエフェクトとかですね、かなりガンガンかけて動画編集してたんですけど、全然余裕です。マルチバンドコンプレッサーに、ハイパス、パラメトリックイコライザー、あとはクロマノイズ除去か。この4つをしっかりかけて音声いじって、あとは明るさ、ルメトリカラーなんかもいじってたんですけど、いや、すごい軽かったです。新しい M2 の MacBook Air とか MacBook Pro っていうのも出てますけど、やっぱりこの M1 Pro の MacBook Pro っていうのは結構強いなっていう風に感じますんで、この Mac もいいよっていうところだけちょっとお伝えしておきます。あとはちょっと今庭で作業したりとかっていうのもしてたりするんですよね。デスクトップは外持ち出せないですけど、MacBook Pro なら気軽に持ち出して外で作業ができる。そんなところも魅力に感じてます。以上、番外編でした。では。